こんにちは。ナースロボ、タイプ T です。今回はブループロトコルの2023年11月22日アップデートについてまとめていきます。本題の前に少しだけ以前のアップデについておさらいさせてもらいます。前回のアップデではメインストーリー第4章が追加されましたね。それに伴って新しいマップも追加され、クエスト等もさらに増えました。大きな変化といえば、レベルキャップ解放とアドベンチャーボードの回収です。他にも、フィールドにレアモンスターの銀と金のナッポが置くようになったりもしましたね。アップデで色々と変化していますが、次のアップデではどう変わるんでしょうか。それでは早速本題の内容を見ていきますね。いつも通り調査系や自由探索の追加などがあります。ですが今回最も注目したいのが、新パレットシステムと新たな回収項目です。まずは新パレットシステムからお話しします。これは要するにスキル枠が4つから8つに増えるシステムです。今までブルプロではアクティブに使用できるスキルが4つしかありませんでした。これは1色のタクティカルスキルが12あるうちの4つであったため、バフスキルで2枠を埋めてしまうと、アクション要素のあるスキルが2つしか使えないということがありました。今回のスキル枠の拡張で、バフスキルを積みながらタクティカルスキルを多く使用することができるようになりました。それに単純にスキルを選ぶ自由度やスキル発動の順番に個性が出るようになりましたね。今までよりも爽快なアクションを自由に楽しめるようになって嬉しいですね。実際のスキルの使用感やおすすめなどをアップデ後に動画にするか決めようと思います。次はイマジンと武器の限界突破についてです。今まではイマジンや武器は、目当ての性能のものを各種一つ揃えればそれである程度十分でしたね。この限界突破の実装では、プラス個の重複強化が必要になります。つまりは一つではなく一種につき6つ必要になります。これを聞いただけでは面倒だなと思ってしまう方もいるかと思うんですが実はそうでもなくてですね。なんと追加調査上級ミッションで装備品がドロップしやすくなります。これはダンジョン周回一度につきに3個、はブレると8個落ちることもあるそうです。つまりは皆さん面倒だなと思っている。繰り返しのフィールドエネミー狩りによる素材集めが緩和されます。おそらくですがアドボなどで最初の一つを適当に入手して、あとはダンジョン周回で強化や厳選といった流れになるでしょうね。ダンジョン周回でランダムにお宝が落ちるのはかなり楽しみです。強化や厳選などがいつもよりも面白くなるのではないでしょうか。ここまでが個人的にとても楽しみだなと思ったところです。あとは細かな回収項目ですね。簡単に見ていきますよ。溢れた経験値の活用。これはレベル上限に達した際、溢れた経験値が無駄にならなくなるというものです。現状一つのクラスをレベル上限にするには、メインストーリーだけでほとんど十分ですので、複数クラス育てる人もそうでない人にも朗報ですね。イージスファイターとブリッツランサーの調整。街以外でもクラスチェンジ可能。冒険者カードに武器の詳細、クラスの調整は定期的に行われるようですね。今回はイージスの盾の構え動作の改善とブリッツランサーの刻印の付与システムが改善されます。他にも、今すぐパーティの利便性向上、リキッドメモリのキャンプでの使用、ワープの使用感、アドボのガチャチケ報酬、マウントイマジンのスタミナの消費量と回復速度の向上、とても細かいアップデートがされていますね。どれも良い回収調整だと思います。ここまでが回収調整の内容でした。次に衣装やクリスマス仕様アップでの内容です。衣装もクリスマス仕様です。サンタさんやトナカイなどですね。乗り物はエアライダーです。色々と浮いてますね。アステルリーズの都市がクリスマス仕様になります。スクリーンショットを撮りたくなりますよ。恒例のマンスリーイベントもありますね。最後に来月12月20日予定の防衛戦アップデについて少しだけお話がありました。新しいコンテンツが増えて楽しみですね。それとシリアルコードですね。いつものやつです。ここまでで今月のアップで情報などは以上です。より正確で詳しい情報は公式配信や公式ホームページで確認してみてください。アップで直前でしたが、ご視聴ありがとうございました。